時丸田中のエクストリームレディオ。皆さんおはようございます。時丸です。今日は6月11日水曜日、時刻は朝の6時になります。東京のホワイトボックススタジオよりお送りしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。3回目ですね、ラジオね。この形式になってからなんとか続けられております。もう1回やったら1ヶ月ぐらい経つんで、1ヶ月経てばもう大丈夫でしょうね。今日もね、ゆるく話していきますので、作業用に何かしながらでもいいので聞いてください。じゃあね、今朝の1曲から参りましょうか。今日は曲から。今朝の1曲いきます。宇多田ヒカルで In My Room お送りしました。ということで、宇多田ヒカルの In My Room、ファーストラブ、一番最初のアルバムかな。これに入ってる曲なんですけど、結構隠れた名曲でして。で、私は結構この曲好きなんですよね、なんかね。いろんな名曲の間にふっと入ってくるこのアンニュイなメロディー。そして火曜日の朝は廊下でっていう、今日水曜日ですけど、火曜日の朝は廊下ですれ違うとこから始まるっていうね。今聴いても全然色褪せないなと思いますね。すごいわ。これだけ色褪せない曲はすごい。本当に。時村田中の今週見た風景。なんとなくね、先週からこのコーナーやってるんですけど、今週見た風景は、まずね、一つ目。これすごい写真を私の視聴者から、リスナーの方から送っていただきました。で、この間冷蔵庫の中身紹介してたと思うんですけど、時丸さんと全く同じ冷蔵庫使ってますっていうね、動画を送ってくれましたね。動画じゃなくて写真を。で、見たら本当に私の冷蔵庫と全く一緒で。で、もう、その方も多分ミニマリストなんでしょうね。結構物が少なくて。で、なんか食べ物も結構冷蔵庫の中に入ってるものも見えてて、なんか僕のに結構似てるんですよね。で、本当に型番まで一緒で。で、それからですね、結構僕の冷蔵庫凍らないって話をしてたんですけど、その方が結構やっぱりメモリっていうか、あれをこう強くしてて、5、6、7ぐらいにしてたのかな。で、自分もちょっとやってみようと思って、その温度のね、強さをちょっと上げたんですよ。そしたら、見事にブルーベリーが凍りました。で、これね、嬉しかったね。もう2年ぐらい経つんですけど、その冷蔵庫使い始めて、てかこの部屋に来て、で、なんでもっと早くやらなかったんだろうと思いましたね。もうね、綺麗にブルーベリーが凍って、で、それまでもう凍らなかったので、結構もう2、3日したら柔らかいまま、なんか食べてたんですよ。で、結構水分も出るし、もうかなり困っていたんですけど、だからもう早く消費しなければならないっていう感じになってたんですけど、焦ってたんですよね、いつもね。ブルーベリーを早く食べなきゃ、早く食べなきゃって。で、それがね、全然なくなりました。綺麗に凍って、もうちょうどなんかフローズンな感じで、もうパラッパラの状態に仕上げられております。これが本当に今週見た風景で、嬉しい風景でしたね。やっぱりなんか道具を使うことにおいて自分で一歩踏み込むっていうことはなかなかしてないんだなって思いましたね。なんかさ、一つ同じ設定にしたらそのままずっと使ってしまうっていうことあると思うんですけど、カメラとかね、そういう電化製品とか、機材とかも結構そういうのあるなと思っていて、で、もちろんその撮影ごととかその内容に合わせてフレキシブルに変えていくっていうことが必要なんだけど、やっぱりそのズボラリスト、めんどくさがり屋が過ぎてくると、もう一回設定したらそのままみたいなね。そういうとこあるんですよね。で、なんかそれがちょっと悪い方向に今回は聞いてたなと思って反省しました。冷蔵庫の温度調整に反省しました。今週のエクストリームニュースのコーナーです。今週はですね、東京都水道局から基本料金4ヶ月間無料としますっていうね、メールが届きましたね。お知らせがね。で、この話は知ってたんですけど、ニュースで。で、ようやくなんかメールがちゃんと届いて正式に。でもね、これ突っ込みどころ満載なんですよ。で、どういう風なメールが来たかというと、猛暑から都民の命と健康と暮らしを守るため、臨時的な措置として、今夏、今夏、4ヶ月分の水道料金、基本料を無償にすることを決定しました。小口径13、20、25ミリのお客様が対象で、夏はエアコンなどの利用を控えることなく、熱中症対策を徹底してください。っていうね、内容のが届いたんですけど、
あのね、いつよって、いつからなのよっていうね、これね、そもそも。もう4ヶ月分でしか書いてないんですよ。今年の夏っていう。で、夏っていつからなのよって、それがもう自分の中でもう突っ込みどころ満載で。でも自分の中でも夏始まってんのよね。始まってんのに、いつなのって、だから、どこで、誰と、what、why、how みたいな、5W1H みたいなさ、なんか基本を中学校で習うでしょ。うん。それをね、全然その情報が全く何も入ってないんですよ。いつからなのかっていうのが。で、最後の一言も結構疑問で、これ夏はエアコンなどの利用を控えることなく熱中症対策を徹底してくださいって、エアコンってさ、でも電気量でしょ。そのエアコンとじゃあ水道料金がどう関係あるのって。で、別々ですよね。だからなんだろう。水道料金、だから水道の利用を控えることなく、スイカを冷やしまくってくださいとかね、そういうことだったら理解できるんですけど、なんかエアコンどっから出てきたみたいな、電気の話しちゃってるんですよ、急に。エアコンを控えることなく熱中症対策をしてくださいっていう。水道どこ行ったみたいな。うん。これね、面白かったですね。だからこれ、なんかみんなその疑問に思ってないのかなと思って、まあちょっとね、僕は結構疑問に思ったんで、今取り上げてみました。まあでも、何にせよ水道料金が4ヶ月無償になるってことは嬉しいです。ありがとうございます。でね、今週ちょっと思ったことは、まあ僕そのデジタルデトックスみたいなことをね、ずっとやっているし、で、結構動画でもそういう話をしてたりするんですけど、まあ結局続けてはいるんですよ。まあ続けているっていうか、やっぱその罠っていうのはもう常にね、増幅しているなってことを感じます。使えば使うほど。やっぱりまあたまにその SNS を開くことあるんですけど、基本的に自分はもうスマホの中に何も入れてないんですよね。アプリケーションも。で、まあ、インスタグラムは、告知とかに使っているので、それはまあ、旅に出るときとか、自分が投稿するときだけダウンロードして配信をするってことをやってるんですけど、だからちょっと DM 届きにくいんで、ね、できれば、メッセージとか、ああいうお便りボックスで届けてほしいんですけど、まあ、連絡ある人はね。で、まあ、そんな感じで、まあ、いろいろこう試しながら、まあ、常に、スクリーンタイムみたいなものに関しては気をつけていると。そしたら、この間、なんかそれに関連することで、高須幹也先生が、高須クリニックの、あの方がね、ちょっと動画で話していて、やっぱ脳を若く保つには、そのコンテンツ消費にやっぱ注意を払った方がいいって言ってて、なんかその若さを保つみたいなそのテーマの動画だったと思うんですけど、なんかそれをたまたま見てしまって、で、やっぱそのコンテンツ消費もその Twitter とか TikTok とか結構ショート動画はやっぱ良くないっていう話をしてましたね。まあそれまあエビデンスがあるのかわかんないんですけど、やっぱりそのまあアドレナリン優位というか、超常刺激的なものによって、ずっと見続けてしまうものが、やっぱりこう、スクリーンタイムの罠になっているので、やっぱそれが良くないと。で、ショート動画は良くないってことをひたすら言ってて、で、思考もやっぱり短絡的になると。で、だからどうせ見るんだったら、長い動画、尺が長い動画で深く考えるコンテンツがいいっていうふうに言ってましたね。だからまあ私はちょっとそういう意味でね、このラジオっていうのをね、長くね、長く続けていきたいとね、ちょっと思いました。っていう話です。で、これはまあ自分がそのいろんなコンテンツ見ててもやっぱりそれは思うことで、やっぱりその本を読むっていうか、長い文章を読むっていうのが一番その思考が整理されたりとか鍛えられたりとか、あとはそれが自分の文章を書くことにつながったりとか、こういうふうに YouTube で喋る話になったりとかってするんですよね。で、まあ、ツイッターとかやってた時代はもうやめちゃいましたけど、やっぱりその短絡的な、まあ、一言一言でバンバンバンっていう、なんかそれもまあ、詩的で、なんか、ちょっと心に残るみたいなのもあるんですけど、でも結局、そこからさらに一歩深く考えるとか、自分でアクションを起こして考えるっていうことにしなきゃいけないんですよね。で、そうしないと自分の中に落とし込めないっていうところがあって、で、それは多分動画でもあり得るなと思っていて、なんか自分も割とその、ポッドキャストとか、割とその長めの動画とかを見るのがやっぱり好きなんですよね。だから、まあ僕はでも結局この YouTube ではもうやりたい放題っていうか、やりたいことやってるんで、たまにはもう大体ね、ネタ動画とかばっかりでね、多いですけど、ふざけた動画ね。で、まだ尺とかそんな気にしてないんですけど、基本的に。ただこのラジオっていうのはどうしても、やっぱりこう耳だけで理解してもらうとか、皆さんに伝えたいなっていうか、聞いてもらいたいなっていうところがあるので、なんか、ちゃんとこう言葉で、いろいろ噛み砕いて伝えていくっていう意味では、結構いいのかなと思っていて、で、まあその高須幹也先生もね、そのショートよりも長めがいいって、まあエビデンス的な話はあんましてなかったですけど、言ってたんで、
まあでも、やっぱりお医者さんというかドクターなのでね、やっぱその辺はね、多分バックグラウンドはあると思うので、自分もちょっとそれを信じて、ちょっと長めの動画やっていきたいと思いましたっていう話です。はい、じゃあ続いてお便りコーナー参りましょう。今週もお便りいただいてます。送ってくださった方、本当にありがとうございます。でね、結構ね、深いというか、深い話が届いてます、今回は。合計、今日は3つかな。多分、まあ、喋れるの3つだと思うので、3つ紹介していきたいと思います。ラジオネーム、ミニマルランナーさんよりいただきました。今年の2月頃から時丸さんを発見し、ハマり出したものです。僕は副業でカメラマンをしていて、ランニングや登山、トレイルランをしていて、最近ヨガもやっています。時丸さんほどエクストリームなミニマリストではありませんが、僕もそのうち何もない部屋で歌い出しそうです。写真についてお聞きしたく質問いたします。初質問です。時丸さんはどのようにカメラマンのアシスタントからフリーの写真家、動画制作へと移行していったのでしょうか。特に自分で仕事を受注できるようになったこと、クライアントワークから脱却していくところをお聞きしたいです。僕は現在クライアントワークとしてスポーツ撮影や法人撮影、園児や学生の遠足などのイベントの撮影など、ジャンル関係なく仕事を獲得しているマキシマムカメラマンです。案件もプラットフォーム上から応募し、アサインされることが多く、個人で受注をできていなく、時丸さんのようなクリエイターになりたいです。ということで、いただいてます。副業でカメラマンしてて、ランニングや登山、トレイルラン、ヨガやってる。結構ね、近いですね、僕とやってることがね。何もない部屋で歌い出しましょうね、これね。で、これ前提として多分副業でカメラマンをしていてって書いてるから、どういうことかな。多分その副業を本業にしたいってことなのかな。それとも、まあ聞きたい内容っていうのが、だからそのアシスタントからフリーの写真家、動画制作にどのように移行したかっていうことなんですけど、だからやっぱ多分まあ副業で今はやってるけど、カメラマンとして独立したいなっていうことだと思うんですよね、これね、多分ね。で、これはですね、まあ、自分で仕事を受注できるようになったこと、で、クライアントワークから脱却していくところなんですけど、これまあ一言で言うなら、もう人脈ってことしかないんですよ、カメラマンって。で、そのためには、まあ、どっかのその、まあ、有名なプロダクションに所属をするか、著名なカメラマンのアシスタントになって、アシスタントに就くか、まあ、それくらいしかないと思うんですよね。で、僕は、まあ、それを結構同時にっていうか、両方やったような感じですね。プロダクションっていうか撮影の制作系のとこに所属していたこともあるし、だから社カメだった時期も結構あるんですよ。長くて。で、その社カメをやっていて、で、そこでやっぱりいろいろやってると、その外部のお仕事とかいろいろこう、関係者ができてきて、自分が独立した時も、独立すると、その外部のカメラマンとか、その外部の、まあ、ディレクターとかですね、その人たちが、僕に仕事を発注してくれるようになったりとか、あとはその同じ同業者のカメラマンとかで、代わりにこれ撮影やってくれっていう依頼が来たりとか、あとはそのヘアメイクさんとかスタイリストさんのつながりで仕事が来たりとかっていうことで、やっていけるようになるっていう感じですね。で、まあこれ結局その自分がどういうふうなジャンルを取るかっていうところによると思うんですけど、だから日本の写真業界って、結構その、取るジャンルっていうのがものすごく細かく分かれてるんですよね。で、それによって業界構造も違うし、で、自分のその収益構造とか収益限界みたいなものも変わってきます。はい。だから、この、今多分書いてるどこかのプラットフォームに登録してアサインされるっていうのは、基本的にそのプラットフォームが、プラットフォーム手数料みたいなものを持っていくと思うんですよね。だから多分、3万とか5万とか10万ぐらいの単価だと思うんですよ。多くても。で、まあ、自分がやってたようなそのクライアントありきで、そのファッションとか広告っていう風になると、基本的に単価30万円以上とか、まあ、少なくとも10万円以上ですかね。1本の撮影が。で、まあ、多い時で、でかいので200万とか300万とかになってくるんですけど、なんかそういう風なことになると、やっぱりどこかその日本の中で有名な制作会社とかに所属して修行をするとか、あとはそのスタジオですね。スタジオ、名門スタジオみたいなところあるんですけど、そのスタジオで働きながら、そこに来る、所属しているというか、そこによく来るカメラマンの直足になって、今度直足でしばらく修行をして、で、あの人の弟子っていう風な感じで認められて、そこから受注するっていう風な感じになると思います。だから結局どういうジャンルをやるかっていうのが結構大事で、で、このミニマルランナーさんは、まあジャンル関係なくいろいろ仕事を獲得してるっていうことで、まあそれはそれでいいんですけど、
でもその自分がやりたい分野があるのであれば、そこに結構絞る必要があるかなっていうことです。で、絞ると、やっぱりその撮影の料金とか報酬も落ちるし、で、回り道になるように思えるんですけど、結局、なんていうか、独立して、個人で、受注していくには、そこをやらなきゃいけないんですよね。で、もうカメラマンってものすごく数が多いので、で、東京だけでももうフリーランスのカメラマンってもう2010何年時点、14、5年時点で2万人いたので、もう多分今3万人とか4万人とか超えてるんじゃないかな。個人事業主でやってる人たちは。だから余計にその競争が厳しいし、どんどん単価も安くなっていると。だからそうなってくるとやっぱりそのどっかで修行して、で、そのやっぱデビューで、やっぱそのデビューのタイミングが結構大事なんですよね。どこから出るかとか、一番最初に何の雑誌を撮るかとか、今もうほとんど雑誌ないですけどね。僕がやってた頃ですね、当時ね。そのどこでデビューするかみたいなこととか、あとはそのどのスタジオを出て、で、どのカメラマンに就いたかみたいなものが結構重要視されてたんですよ。で、今はやっぱそういうのがなくなってだいぶね、で、結構その有名なカメラマンでもだいぶその自分の個人のアシスタントを取らないような方が増えてきてるので、そうなってくると、やっぱりあとはその才能で勝ち上がっていくしかないみたいになると、SNS とか自分の発信みたいなものが、主戦場みたいになっている現状はあるかなと思います。だから、自分でその個人で獲得するには、やっぱり SNS とか発信をしながら、そこで自分のいい作品を出していくっていう。仕事の撮影ってどうしてもその作品になり得なかったりするので、どうしてもやっぱその自分の作品ベースというかな、プロジェクトベースで自分の視点からアプローチして自分の作品を作っていかなければならないとは思いますね。で、自分もこれまでグループ展に2回ぐらい参加したりとか、あとは個展もやってます。2014年とかかな。初めて個展やって、で、やっぱその展示会やると、結構いろんな関係者来てくれるんですよね。編集者さんとか、AD の方とか。で、その時に挨拶して名刺配って、で、また、その方に連絡を取って、アポイント取って、自分のブックを見せに行くとか、そういう努力はやりましたね、やっぱね。それでその関係値を作って、で、いくつかそこから仕事をもらえるようになってから、独立したというような感じです。で、クライアントワークから脱却することに関して言えば、これ今自分がやっているところなんですけど、もう今結構最終フェーズで、もうほとんどもうクライアントワークは僕はもうやめようと思っているんですけど、で、やっぱそうなってくるとですね、やっぱその作品で食っていくってことになるんですよね、基本的には。受注しないってことなので。だからそれって結構やっぱ難しくて、じゃあどうするかっていうと、多分次あたりに、ちょっと副業関係の動画を出そうかなと思ってるんですけど、さっき話したように、やっぱりその自分で作品を作って、それをリーチさせていくっていうことしかないんですよね。そんな感じですかね。自分の話で言うと、やっぱりそのプロダクションとかに所属しながら、で、自分の個人の撮影とか作品制作をずっとやってきたっていう感じ。で、その流れで独立しているって感じなので、だから、やっぱり一つね、その受け皿みたいなところでも本気で写真に取り組むっていうか、そこをやりながら、で、同時にその仕事をやってると、その仕事から派生して、で、今度自分でコントロールできる仕事とか領域が増えてくるので、そちらを並行してですね、育てていくっていうか、育んでいくっていうか、そういう風な感じで、自分の場合は地道にやってきましたね。もう15年ぐらい前からずっとやってることなんであれなんですけど、でもその頃からだいぶ時代も変わってるし、で最近はもうその SNS ベースになってきてるのと、あとは AI によってどんどん単価が下がっているっていう問題はあるので、だから結局やっぱ自分がどういう風なものを撮りたいのか、で、どういう風な作家として出ていきたいのか、そういうところを見極めていくっていうのが大事かなと思いますね。なのでそういう風な、自分が撮りたいジャンルとか方向性みたいなのがあれば、詳しく話せると思いますのでね、ぜひまたね、質問ください。で、メンバーシップではもっと詳しく、ビジネス系っていうか、ビジネス系とか自分のその写真とかクリエイター関係、クリエーション関係について話してるので、もしかしたらこの方入ってくださってるかもしれないんですけど、もし興味あればですね、そちらで入って質問していただけると、もっと詳しく文章とかで説明できるかなと思います。ありがとうございます。続いていきます。ラジオネームジャムヘイヘイさんより、時丸さん、チャオチャオということで、前回いただいている方ですね、この方、同じ方ですね。先日は1ヶ月の支出額を教えていただきありがとうございました。まさか1ヶ月40万円とは思わず、驚きました。ご案内いただいたたけるさんの動画を見つけて拝見しました。お金の使い方が極端で面白かったです。また私の支出額を送ります。お手柔らかにアドバイスをいただけると幸いです。
ちなみに大きな原因は日用品だと推測しています。生活の質を向上させようとネット通販でいろいろ買ってしまいました。日用品のうち購入金額の大きいものは賭けになります。ここから金額書いてくださっています。スマホの買い替え38,000円。前の機種を4年間使って動作にカクつきが発生したため。パネルカーペット2万円。フローリングの上に敷くため。衣類の買い替え17,000円。で、これは肥満によるサイズアップ。靴の買い替えが7,000円。黒色の紐なし靴が欲しくてっていうふうに書いてます。で、1月から5月の平均額が家賃3万円。電気7,000円。ガス5,000円。水道が3,000円。通信費が6,000円。食材費が29,000円。日用品が28,000円。病院代が5,000円。娯楽費が5,000円。で、合計が118,000円。で、目標が10万円っていう形です。ありがとうございます。でね、これね、全然問題ないと思いますよ。というか、あれですね。これやっぱ計算の仕方によるんですよね。で、僕がその1ヶ月40万って書いてたのは、これも年間平均で出してるので、結局その需要経費みたいなものを全部含めてっていう話をしてると思うんですけど、だからそれだけ膨れてるように見えるんですよ。で、このジャムヘイヘイさんの場合も、このね、日用品のうち大きな金額っていうのがスマホの買い替え38,000円。で、パネルカーペットが2万円。で、衣類はちょっと置いといて、衣類と靴はちょっと置いておいて、このね、スマホの買い替えとかパネルカーペットっていうのは、なんか設備費とか、家電とかの特別費っていう風な扱いにするんですよね、基本は。だから、キャッシュフローで見れば全然安全ってことです。これだから特別費は別として考えるっていうことなんですよ。この大きな家電とかね、そういう家具とか家電とか、家のリフォームとか、そういうものに使うものは別途に分けて考えると。で、それ用の予算をあらかじめ確保して使えば全く怖いことはなくて。で、問題はですね、やっぱり家賃とか含めてそうですけど、その食材費とか、娯楽費とか、交際費とか、その辺がアベレージ高いっていう。で、使いすぎていて、支出がバンバン出ていくっていうのが危険なんですよ。うん。だからこれがね、まず一つ家計簿の付け方というか、それがやっぱ人によって違ったりとかするので、ただ基本的にはキャッシュフローを見るっていうのが大事で、その日に、月にいくら入ってきていくら出ていくか。で、入ってくる分よりも出ていく分が少なければ、余剰ができて、貯金ができたりとか投資ができたりとかに回せる余剰金ができるわけで、そうなれば勝ちなんですよ。うん。だから、これ平均額でね、3ヶ月の平均額で、5ヶ月間か。1から5月の平均額で、これだけね、抑えられてると。で、家賃が3万円でしょ。で、多分東京じゃないのかな。多分東京じゃないとは思いますね。3万円だとね。で、電気が7,000円でしょ。で、ガス5,000円、水道5,000円。だから水道光熱費が15,000円ですよね。これはちょっとね、一人暮らしかどうかの情報書いてないけど、でももしかしたら家族がいらっしゃるのかもしれないですけど、一人暮らしだったらちょっとね、電気代がやや高いかなって気はするね。電気とガスがね。それでもだいたい2万円ぐらいに光熱費を収めればって感じだと思うんで、最近高いですから、だから15,000円でこれはもう適正ですよね。で、家賃はものすごく抑えられてる。すごい素晴らしいですね。で、通信費も6,000円。で、これも多分格安スマホとかで抑えられてると思う。で、もしかしてこの中にインターネット代も含まれているのであれば、かなり安いですよね。6,000円ってね。電話料とネット費で6,000円ってことは安いので。で、食材費が29,000円。だから結構自炊されてるのかな。で、29,000円。結構安いと思います。月額。で、日用品が28,000円。で、これは多分先ほどのスマホ代とか、パネルカーペットの金額を含めてるから28,000円に上がってると。で、これを外したらじゃあいくらですかっていうね、感じなんですよ。外したら多分ね、そんなないんじゃないですかね。日用品の金額がそんな上がんないんじゃないですかね。で、病院代、医療費とかが5,000円。で、娯楽費も5,000円に抑えられていると。だからものすごくミニマルだと思います。うん。だからこれだけ見ると僕は素晴らしい家計簿だなって思いますけどね。そう。だからアドバイスとしては、やっぱり家計簿の付け方みたいなものをもうちょっとハックするっていうか、
特別費として扱うものは特別費として扱って、キャッシュフローは維持しておくっていうね。で、そう、だから自分のやつもその40万っていうのも全てそれ含めての計算なので、あれだけ膨らんでるんですけど、だから自分自身も大体もう20万以内には全然収まるぐらいですね。その特別費とか、旅費とか、そういうのを含めての膨らみ具合なんで、で、やっぱその出張費みたいな感じでね、YouTube の撮影とか自分のプロジェクトとか仕事の撮影でいろんなとこ行って撮影したりとかすることも結構多いので、あと自分の場合もそのスタジオで撮影するときとか、そのスタジオ代とか支払ったりとかも、建て替えとかもあるんで、そういうのを含めるとやっぱそれだけ膨らむってわけで、それを外してしまうと結構ね、コンパクトになるんですよ、実際。だからかなりもう基本的なところ、一番重要なのは固定費って言いますけど、固定費の部分結構抑えられてるし、で、食費とかもね、そういうのもだいぶ平均よりも抑えられてるしっていうので、すごいいいと思います。だから僕がアドバイスできるところほとんどないかなっていう感じですね、これ。で、ちゃんとその目標も書いてるのもいいですね。その目標がね、ちゃんと10万円に抑えたいと。で、多分これおそらくその特別費、さっきのスマホ代とかを外すと、多分10万円以内に収まるんじゃないかなと思うので、これだけうまく抑えられているのであれば、素晴らしいと思いますね、本当に。はい。ということで、実際に送っていただきありがとうございます。はい。じゃあ続いて、ラジオネーム、中田さんよりいただいています。先日久しぶりに実家に帰った時、母親からそろそろいい人いないのとストレートな爆弾を落とされました。一人もいいけど、老後はやっぱり誰かいてくれた方が安心でしょと。いや、わかるんですよ。でもなんか違うなって。今のところ、今この一人で暮らすリズム、物の量、人との距離、全部がちょうど良くて、それを根本から変えるような結婚って想像できないんです。男だし、まあ一人でもやっていけるだろうと思ってた節もあるんですが、たまにふと、このまま一人で置いていくんだろうか、とよぎる時もあるんですよね。時丸さんは老後や将来のことを考えて結婚を意識したことってありますか？そして今、自分のこれからについて、これからも一人で生きていこうと思っているのか、それとも縁があれば誰かという感覚なのか、よかったら聞かせてください。ってことで、ありがとうございます。ね、難しい問題ですよね、これね。で、実家に帰った時に、母親からそろそろいい人いないのって、これね、あるんですよ、これ。僕もね、多分言われたことあるかな、結構。でもなんか最近はもう言われなくなったけど、あるんですよ、これ。で、あるし、で、なんか友達とかね、から言われる分にはなんか余計なお世話だわっていうか、そういう感じですけど、なんかさすがにその母親とかね、その家族に言われるとね、やっぱこう、ちょっとこう、おって思いますよね、なんかね。そうきたかみたいなね。で、その老後はやっぱり誰かいてくれた方が安心でしょっていうのもよくわかるし、で、今こう書いてくださってるその一人で暮らすリズムとか物の量、で、人との距離が全部ちょうどいいと。で、それを根本から変えるような結婚って想像できないと。でも、たまにふと、このまま一人で置いていくんだろうかっていうふうな、よぎる時があると。で、これね、全く一緒です。私も一緒です、これは。なんかそういうふうなこと言われるし、で、自分でも、ものすごくリズム調子いいなって思うし、でも一人で置いていくのかなっていう思うこともあるしっていう、これ全く一緒です。で、僕はね、実はね、こう、パートナーと同棲とかしたこともあるんですよ。だからなんかそれで、結構結婚しようかなというかしてもいいかな、みたいな時期も実際あったんですよね。でも結局それがやってみたけどダメだったみたいなのがあって、だからなんか結構その疑似的な結婚生活みたいなのは結構してるんですよね。で、子供を持たないのであれば結婚する意味はないかなっていうふうに思ってるのがまずあります。はい。なんか子供を持たないんだったら別にその結婚してようがしていまいがっていうか、その法律の問題でなんかややこしくなるし、で、もちろんその2馬力みたいなもので家計に助かるみたいな考え方あると思うんですけど、でもその財産分与の法則とかね、いろいろその藤沢さんだっけ藤沢和樹さんだっけ損する結婚儲かる離婚っていうね、本がありますけど、これぜひ読んでなかったら読んでほしいんですけど、損する結婚儲かる離婚っていうね。だから結婚は損をする。で、離婚は儲かるんですよ。で、離婚儲かるっていうのは誰が儲かるかっていうと、財産を持ってない側が儲かるんですよ。で、それはもう財産分与の法則っていうのがあって、で、別れるときに持ってる方が持ってない方に分け与えるっていうふうな、そういうふうな日本の法律があるので、で、基本的にね、そういうふうな感じになってると。で、やっぱその親権の問題とかも出てくるし、いろんなことが出てくると。だから、その一人で今暮らすリズムとか物の量がちょうどいいって思ってるのであれば、全くそのままでいいと思います。で、なんかそのタイミングが来る時も来るだろうし、来なかったら来なかったって感じになるだろうし、
だから結局その焦ってなんかいろいろやったとしても自分が後悔するだけですよね。で、僕の話で言えば、僕はこれからも一人で生きていこうって思ってるし、縁があれば誰かともっていうふうに思ってるし、で、両方思ってるけど、なんかそれほど深く考えていないって感じです。で、なんかね、そのヨガをやってからやっぱ変わったというか、これちょっとあんまりそのヨガのせいにするのも良くないんですけど、なんかね、不安っていうものが、どんどんそのなくなっていくんですよね。これおかしな話で。で、やっぱ一人で不安っていうのはこれ誰にでも人間あることだと思うんですけど、でも同時にその一人でしかできないことっていうのもあるし、で、あとね、その結婚とかしなくても、結構周りに人間関係とか自分のコミュニティとか関係性を作り出せるなっていう風なこともあるんですよね。でももちろんその家族っていうのはすごい強いコミュニティであって、で、それは法的に結ばれていたりとか、あとは血縁関係というかね、血で結ばれているっていうところがあるので、で、子供とかがね、できてしまうと、もうそこで完全なもう強いコミュニティ、強い家族がっていう風な感じになりますけど、でも、そういうこととはまた別のあり方もあるんじゃないかなっていうことを僕は考えてるってことです。常々。だからよくその今期を逃し続けるみたいな話もあると思うんですけど、僕はもうそういうの全く考えてないんですよね。だからその、なんて言うんだろう、60とか70とかになって結婚する可能性もあるだろうしってぐらいに思ってるんですよ。で、それはそんなのできないよっていうふうに、たとえ誰かが言ったとしても全く気にしてないというか、できなかったらできなかったで、それがその状態だったっていうか、その状態であるっていうことなので、それによって全く不安がないっていうこと。で、そのやっぱりヨガをやってるので、なんかその、なんて言うんだろう、その結婚したとしてもその不安が消えるってわけじゃないんですよ、これ。結婚したとしても、その一人で生きていく不安とか、老後の不安とかって消えるわけじゃないんですよ。むしろね、その結婚して何かを持ってしまうと、それを失うのがすごく怖くなったりとか、失うことを恐れてしまうっていうね、また違う恐怖が始まるんですよ。子供を失うとか、奥さんを失うとか、夫を失うとかね、そういうふうな恐怖が常につきまとうと。だから、いずれにせよ、不安とか恐怖っていうのはなくならない。何をしたって。結婚したとしてもなくならないしないとしてもなくならないと。であれば、やっぱりその今の自分の状態を見つめ直して、自分がもうとことんいい状態というか、心地いい状態でとにかく過ごすっていう、ことが大事だなと思います。で、その中でこの中田さんもね、やっぱ一人でやっていけるんだろうかって思う時とか、一人で老いていく不安みたいなものが出てくると。で、それがものすごく増大されてね、その一人で生きていく恐怖がものすごく増大されていったら、それはもうその人間的な本能として多分自然と行動に出るはずなんですよ。で、それはそのパートナーを求めるとか、結婚するとかっていうふうなもう行動に多分出るはずなんですよね。でもそれがそこまで出ないのであれば、それほどの恐怖だってことなんですよ。それほど本気で思ってないってことなんですよ。だから自分はなんとなくやっていけるっていうふうに思ってるってことなんですよ。心底っていうか心の中ではね。で、現代の罠っていうのは、そういうのを麻痺させるような構造が一つあるっていうことです。それは本当にその社会的なインフラが発達していて、もう今お一人様、一人でもどんどん何でも楽しめるような状態になってるし、一切不自由しないような状態が出来上がっているっていう、そういうふうな社会になっているので、多分その恐怖を和らぐというか、一人でも大丈夫みたいな感覚って多分どんどん強まってると思うんですよね。で、それは結構罠であるっていうか、だから人間的感覚とか動物的感覚を多分麻痺してるなっていうところはあると思うんですけど、だからこそそういう時には、その今現代のその社会システムから離れるっていうことが大事になってきていて、だからそういう時に自分がやってる活動っていうのが山に入ったりとか、一人で山に入ったりとか、どっかの村に遊びに行ったりとか、旅をしたりとか、そういうことなんですよ。で、その社会状況から離れてね、見ると、また違った自分が見えてくるし、本当に自分が求めているものとか、本当に自分がその恐怖に思っていることとか、本当に恐れとかが出てくると。そう、だから、ちょっと答えにはならないかもしれないですけど、僕も、そういうふうな、老後とか、将来のことについて結婚意識したこともあるし、で、実際にその疑似的な結婚生活みたいなものを送っていた時期もあると。で、そういうものを全て経た上で、私は一人がいいですっていうね、ことになっていると。で、こういうふうな何もない部屋で喋り続けているっていうふうな状況になっています。で、これから一人で生きていこうとか、縁があれば誰かとっていうのを別に決めていないって感じですね。決めないってこと結構大事なんですよ。決めてしまうと、それに縛られるんですよね。自分の行動とか、意識が。だから決めないっていうこと。グレーの
本当にその中間、白でもなく黒でもなく、グレーの本当に曖昧なところを綱渡りするように生きているって感じです。うん。なんかそんな感じです、雰囲気的には。うん。だからもうどっちかにその寄せない。決定しないっていうのが結構大事なんですよ。もうね、なんか最近ね、決定しすぎなんですよ、みんな。その01で、これがダメだったらこれとか、結婚する、しないとかね。なんかそのもう、全部01で考えてしまうんですよね。もうそれはもうデジタル、自分がその AI になってるような感じになってるというか、思考の回路とかが。うん、だからそうじゃなくて、本当にこう曖昧な感じっていうのがあるし、その白から黒の間にはものすごいグレーのグラデーションがあるってことで、そこを意識して決めないっていうね、あえてね、決めないってことを決めるっていうか、うん、そんくらいの感覚で僕はいますね。はい。まあ、なんか余計に迷わせちゃったかもしれないですけど、今言えることは、そんな感じです。お便りいただきありがとうございます。本当貴重な意見を。で、結構自分自身も考えさせられましたね、これにはね。ありがとうございます。はい、ということで、今回のお便りはこれくらいにして、ちょっと前回ね、できなかったコメント読み上げレディオっていうか、コメント読み上げコーナーやっていきたいと思います。で、ちょっと前回そのお便りをね、いただきすぎて、コメントが読み上げられてなくて、最近はどこまで行ったんだこれ、どこまでやってるんだっていう。ちょっと最近のものから、過去に遡っていく感じにいきますかね。で、この間怪獣の練習してるんですけど、歌のね。で、何度でもの向こう側へついに到達した。これは宇宙が変わるぞっていう。カイさんから。いやね、ほんとね、僕もね、初めて歌った。あれは。うん、初めて歌った。今までその雰囲気で歌詞見たことなかったんですよ。で、初めてね、見てね、やったから。うん、で、それで、うん、本当になんかその宇宙変わるなっていうか、なんかそういう感じはしましたね。ちょっとフェーズが一つ変わるというか。やっぱりその改めて歌詞を見てみると、全然聞いてたのとは違っていて、で、うん、なんか思い知らされましたね。もう歌の深さというかね、難しさをね、改めてね。これも面白いのが、時丸田中でしかこの歌を知らず、主題歌と知らずに見始めたアニメで、毎度時丸田中がちらついてしまい、慣れるまでしばらく時間がかかりましたっていう。うん、なんかあるよね、そういうのね。なんか本家は知らずに、そのなんかよく真似してる人のなんか歌とかを聞いて、で、そっちが残ってしまうっていうね、ことよくありますよね、なんかね。インターネット時代特有だな、多分これは。本当に。ネット時代特有の現象かもしれないですね。独身アラフォーエクストリーム無敵おじさんのネタ動画大好きっていう。褒めてるのかディスってるのかわかんないね、これね。いやでも、まあ僕にとってはすごい褒めですけど、うん、独身アラフォーエクストリーム無敵おじさん。うん、これからもどんどんやってきますよ。どんどん無敵になって危ないよ、これ本当に。独身でいればいるほどにっていうか、もう何もない、持たなければ持たないほどにね、危なくなってくるんでね。で、ネタ動画、もう大体ネタ動画なので、このラジオ以外はもうすべて、あれですね、自分の中では結構ネタ動画ですね。真面目な顔してもずっとふざけてますから、真面目な顔してふざけてること言ってるんでね、十分気をつけてください。この動画がいつか山口一郎氏にも届きますようにって書いてくださってる方がいます。届くといいけどね。うん。ただ届いたところで、これなんだってなりますよね、これね。届いたところで、あんた一郎だよってね。ネズミさんクッキーさん。もうさすがですね。もうこの一言コメントがもういつもいいっすよね。前回のラジオのコメントで、ノーノーボーイズにおばさんも勝ててもらってもいいですかって書いてくださってるんで、多分これおばさんも混ぜてもらってもいいですかみたいな感じですかね、これね。間違えてると思うんですけどね。でもね、大歓迎です。もうノーノーボーイズ、もう、関係ないですから、性別とか年齢とか関係ないですから、ノーノーボーイズ。ただまあ、向こうが、本家がノーノーガールズなんで、私はボーイズって言ってるだけであって、うん。もう大歓迎です。うん。ノーノーボーイズオーディションね。できたら面白いでしょうね、これね。いかに持ってないか。もういかに持ってない人を集めて、うん。こうやってこう、オーディションに入ってきた瞬間になんかバッグとか持ってたら、の、時丸さんを知ってから約半年間、いつも楽しく見させてもらってます。時丸さんは今後、対談イベントのようなことを考えていますか？溢れるユーモアを肌で感じたい方はきっとたくさんいると思います。会えるミニマリスト、いかがでしょうか？ご意見いただけたら嬉しいです。ということで、考えてますよ。対面イベント。ちょっとやりたいなってのはあって、まあ、お声がかかればって感じもあるんですけど、もしかしたら自分で企画するかもしれないし、まあ、種というか、その土壌が自分のメンバーシップにあるなとは思っていて。
で、ちょっとね、計画的に進めていきたいなと思っています。その時はぜひよろしくお願いします。でも普段会うとさ、全然面白くないやついるでしょ。やっぱその YouTube ってさ、この動画でその発信するのって結構ね、なんかこう、ふざけてんすよね。その誇張してるというか、やっぱり。だからこう、普通に会ったら、なんだこいつ全然面白くないじゃんって思われるかもしれないですね。そこがちょっとね、なんか。ポッドキャストでラジオを配信するようになったのですが、冷蔵庫の稼働音のノイズなどが手話のマイクに入ってしまいます。時丸さんはこういったホワイトノイズへの対策は何かしていますかってことで、隼人さんからね、いただいてるんですけど、僕もやっぱちょっと対策は軽くしていて、で、それはまあ空調を切るとか、エアコンとかも切るとか、で、窓を閉めて密閉させるとか、そういうふうなノイズ対策はしていますね。できることは。で、冷蔵庫の稼働音っていうのは、これは冷蔵庫の動画にいただいてるんですけど、僕の冷蔵庫はね、音しないんですよ。この動画でも話してるように、このコンパクトな冷蔵庫って意外とね、音しなくて、で、それがいいなと思っていて、大体今まで使ってたようなその一人暮らし用のものっていうのは、割とそのサーモスタットっていうのかな、結構ブーっていう音が微妙にしたりするんですけど、で、そういうのを特にマイクって拾いやすかったりするんですよね。まあ周波数の問題とかもあると思うんですけど、だからそれはね、なかなか難しいんじゃないですかね。だってほら、冷蔵庫って一回その電源を切ると、またその入れてから稼働するまでに時間がかかったりとか、そのフロンガス使ってたりするので、あまりそのボディに良くないって言いますよね。抜き差しとかを頻繁にするとね。だからそこは多分、なかなかその冷蔵庫の電源を抜いてってことはできないので、もしその自分の冷蔵庫の音がうるさかったら、僕は多分後処理で、ちょっとノイズキャンセリングとかを入れたりとか、そういう処理をすると思いますね。毎回この人は何を言ってるんだろうと思うことがあるのですが、他のビジネスミニマリストとは一線を画し、最も信頼できるミニマリストだと確信していますっていうね。これもいいね、なんかね。褒めてるのかけなしてるのかって感じですけど、でも私にとってはものすごい褒め言葉ですよ。ありがとうございます。何言ってんだろうってね、自分でも思いますもん。自分でも自分の動画見ては、こいつ何言ってんだよって思うけど、これ誰だよって思って、お前かっていう。お前かよっていうね。誰だこれって、この辺、なんかごちゃごちゃ言ってるやつと思ったら、時丸田中じゃんっつって。俺かいって。結構自分でも思ってますから。ね、なかなか、まあ、いろんなね、スタイルがあるんでね。私はもう、リアルというかね、リアルですから。本当に。まあ、でもビジネスミニマリストっていうのがちょっと難しいですけど、まあでも自分もだってこれで YouTube で収益を得てるから、基本的にそのビジネスミニマリストになるのかもしれないし、で、メンバーシップとかもやってるんで、そっちにもバンバン入ってもらいたいし、皆さんにね。だからそういう意味ではビジネスもやってるんですよ。でビジネスやっていかないと生きていけないし、で、この活動も続けられないんでね。でもそこはそこで大事なんで、ただね、なんか、まあもちろんその自分では思ってない。そんなには。ビジネスやってるとは。ただ自分が好きなこととか、自分がその気づいたこととか、自分が実践していることをただ、面白おかしく共有したいなっていう、なんかそっちの方が強いんですよね。In the UK, you can buy a tiny pot of strong grated hard cheese that doesn't need to be on the fridge. And if you love milk with cereal, you can buy cartoons you keep in a cardboard. It's not possible, but not easy.My sister has a couple-size fridge and works well for her. 口がちょっと疲れて回らなくなってきましたけど。イギリスでは冷蔵庫に入れなくてもいい小さな容器に入った粉チーズが買えると。で、まあシリアルに牛乳をかけるのが好きな人は、戸棚にしまっておけるものが買えると。で、まあ不可能ではありませんが簡単ではないっていうね。妹は戸棚サイズの冷蔵庫持ってて、それで十分ですって感じで、まあイギリスからコメントいただいてます。やっぱこれ文化によってもね、その文化圏とか住んでる場所によっても結構いろんな方法がありますよね。あるんだね。やっぱその冷蔵庫に入れなくてもいいチーズとか。まあ確かにまあチーズ、発酵食品で、まあそれが保存食みたいになってるってことでしょうね。で、やっぱりその電気が 100% 通ってるとか、冷蔵庫を使いまくれる国の方が少ないって考えた方がいいのかもしれないですよね。世界レベルで見ると。ガスとかもそうですけど、日本だともうこんだけインフラが発達していて、どこでもその都市ガス使えますけど、大体もう地方っていうかもう他の国行くとプロパンだったりしますから、だからそういう意味では、やっぱりもうあまりにもそのなんか日本のインフラがすごすぎるというか、整いすぎてるってところはあるんですよね、これね。こんばんは。僕は冷蔵庫もベッドもなくしたので、部屋で踊れるようになりました。おすすめのワンルームダンスミュージックを教えてください。ということで、コードローヒさんからいただいてます。
いや、おめでとうございます。冷蔵庫もベッドもなくしたので部屋で踊れるようになったって素晴らしいですね。ワンルームダンスミュージック難しいですね。とりあえず、マイケル・ジャクソンかけておけば大丈夫っていうのと、あと僕好きなのは、ブルーノ・マーズとかね、ブルーノ・マーズのトレジャーっていう曲があるんですけど、それとか結構ノリノリだし、ワンルームダンスミュージックにはいいんじゃないでしょうかね。あとはもう大体僕はもうそのテクノとかハウスのちょっとこうクラブ系のミュージックかけながらいつもこう踊ってますね。あとそのあえて踊りにくい曲で踊るっていうのもおすすめです。それはシャランキューのずるい女とかですね。そういうもので歌いながら踊るみたいなものも、ワンルームダンスミュージックには最高ですので、ぜひ試してみてください。息してますって。ミッチーさん。いや、みんな息してる、息しかしてない時もあるですね。対して、息してますっていう風にいいコメントいただいてます。ありがとうございます。大事ですからね。息してるかどうかっていうのは結構大事。結構忘れがちだから。今の自分に言いたい。やっぱこうやって撮影してても結構息するの忘れてるんで、やっぱね。息しない。今の自分に言いたい。こんにちは。オープニングのリズミカルな曲は何という曲ですか？朝から聴いたら踊りながら楽しく家事がはかどりそうって思いました。ってことで。これ何かけたんだろうな、この時な。ちょっと覚えてないですね。すいません。ミニマリストの移動術で持ち運びの小技を3選紹介した動画なんですけど、なんかでも確かにちょっとボサノバ、サンバ系のサンバっぽいなんかミニマルテクノみたいな感じだったかなと思いますけど、ちょっと曲名覚えてないですね。ごめんなさい。Can you teach us about minimalism? Who are beginners and are new to this?We want to adapt and practice minimalism. ということで、ミニマリズムについて教えてほしいと。ミニマリズムについて実践してみたいと思うって。ね、かなり過去動画をね、見ていただくと、結構いろいろもうミニマリズムについて飽きるほど話してきたかなと思うんですけど、でもミニマリズムと言ってもその切り口がたくさんあるのでね、なんか本当にその終わりがないっていう感じは自分の中でもしていて、なんか本当にね、いろんな切り口があるじゃないですか。そのなんか物を減らすだけじゃなくて、何にでもそのミニマリズムっていうものが適用できるから、これは、なんか、なかなか総括的にね、話すのは難しいんですけど、でもやっぱり過去に上げてる動画に大体詰まってはいるとは思っていて、そのミニマリズムの基本みたいなことを話してる回が結構あるので、その辺を見ていただければ幸いです。ルナサンダルのコメントで、ルナサンダルの鼻緒は痛いですかっていうふうにいただいてますね。で、そうそう。結構ね、もう1ヶ月ぐらい経つんですけど、全く痛くなくて、で、ものすごく履いてるんですよ。で、もうランニングもこれでしていて、で、やってるんですけど、全然痛くならないですね。で、なんかその皮がむけたりとか擦れたりすることもないし、で、もう普通に5キロぐらいのランニングをしてるんですけど、ちょっと腰を痛めてからちょっと休憩はしてますけどね。で、ただウォーキングは普通にやってて、もう結構もう100キロぐらいトータル歩いたりしてるんじゃないかな、多分距離的には。で、そろそろ来るかなって思っても全然来なくて、だから多分自分の足に結構フィットしているのと、割とその鼻緒の部分の、生地が柔らかいのか、全く、全くそのゼロシューズからこのルナサンダルに移行するにあたっては何のストレスもなく移行できましたね。むしろどんどん、ようやくそのフォームが沈んできて、で、どんどんフィット感が増してきて歩きやすくなってきています。もう今年の夏はもうこれしか履かないって感じになってますね。で、靴下を履かなくていいのがもう最高なんですよ。でやっぱりその靴下っていうのは、靴を履くと大体靴ずれしちゃうんで、靴下絶対履かなきゃいけないですけど、そうなるとそれを毎回洗ってっていう作業とか干してっていうのが必要になってくるんですけど、で、旅行とか旅に行くにも、その分の荷物が増えるし、その素足だけでいけるってのがすごくいいんですよね。物が捨てられません。かつ入れる動画作ってほしいですっていう。底辺派遣社員ちゃんからいただいています。これちょっと作りますね、今度ね。かつ入れる動画。物が減らせない人にカツを入れる動画、今度作りたいと思います。いや、こうやって、なんかここでこう宣言しちゃうとね、なんかこうプレッシャーになるからあんましたくないんだけども、でもこれ作ります。はい。ただカツを入れる動画をね。トキマリストを目的化していましたが、床でゴロゴロ遊ぶのは1時間までが限界です。自分のオリジナリティも取り入れていこうと思いました。っていうことで、たまこさんね。はい。まさにごもっともですね。
床で遊ぶのは1時間が限界。これはもう僕もそうです。でも1時間って結構長くないって思ったけど、だいたい僕は5分で飽きるから。5分で実際は飽きるけど、1時間遊べたら結構大したもんでしょう。でも床って言ってもヨガやってるとね、結局時間は過ぎますけどね、1時間ぐらいはね、1時間半ぐらいは過ぎちゃうんで、それを含めれば、やっぱりオリジナリティが大事でしょうね。何やるにしてもね。これはミニマリズムだけじゃなくてね。やっぱりオリジナリティっていうのは自分の心の中から、奥底から生まれてくるもので、自分が本当にそのやりたいものとか、そういうものを見極めると。でもそれがやっぱ最近ない人が多いっていうかね、どうしてもその受動的な消費ばかりをしていると、なんか自分の中にやりたいものが出てこないってことになりがちなんですよね。だからそういう時に、やっぱりやっぱ自分から情報を取りに行って自分の中で消化させていく姿勢とか、あるいは自分が工夫してるのはそういうふうにやっぱ旅に出たりとか、新しい人と会ったりとか、本読んだりとか、しかも普段読まないような分野の本を読んでみるとか、なんかそういうことをランダムにやるようにしてますね。で、なんかますますそういうのが大事になってくるんじゃないかなと思いますね。年を取るとね、なんか年を取ると冒険しなくなるじゃないですか。僕ももう最近ですら冒険しなくなったなと思うんですけど、でもあえてなんかみんな友達とかとね、遊んでる時とかでも、あえて取らないような選択肢を取ってみるっていうか、もう本当このささやかなことで、普段頼まないようなメニューを頼むとかね。で、それで失敗したりすることもあるんですけど、なんかね、そういう方が楽しくなってくるんですよね。楽しいフェーズに入ってくるんですよね。予定調和で動かないっていうか、なんかそれはもう根本的に、自分の生き方にもつながってるのかもしれませんね。なんか、予定調和な、そのレールの上歩かないっていうか、なんか会社員とかをやりながら、ずっとその同じ会社で定年まで勤めるみたいなことをやらないとかね。やっぱそういうことに結局はつながるんでしょうけど、だからそれをやるには、やっぱその日頃からなんか新しいこととか自分のオリジナリティみたいなものを探していくっていうね、姿勢が大事なのかなとは思ってますけど。で、偶然にも近いコメントに to do から to be 思考へシフトしています。納得のいく選択や行動ができるようになる気がしていますっていうふうにコメントをいただいています。これ結構さっきのコメントと共鳴するようなところがありますね。不思議とね。to do から、なんかしなければならない。しなければならない。やることから be へと、to be へ、あること。自分がここであることとか、自分がこういうふうにあることみたいな考え方にシフトしている。どうありたいか。どうありたいかってことでしょうね、多分ね。結局ね。自分がどういう状態でありたいかっていうこと。そこを考えていくってことですね。結構昔の動画にコメントいただいているんですけど、ウォーレン・バフェットの手放したい10の浪費の動画ですね。これに目を閉じて聞くと阿部寛ってなんか一言なんかね、なんかいいよね。一言残していくのがね、なんかね。しかも全くその動画と関係ないっていうね。その動画の内容と全く関係ないことを残してるっていうね。コメントくれるだけでありがたいです。ありがとうございます。はい。ということで、大体一通り、追いついたかな。大体一通り追いついたと思います。多分この辺までだったかなっていう感じが、なんとなくしています。自分の中で。はい。はい。ということで今日のラジオはこれくらいにしたいと思います。もうだいぶ暑くなってきましたけども、皆さんが夏に計画していること、最近見た面白い風景、おかしかったこと、怖かったこと、恋愛相談、悩み相談、ミニマリズムの問題、自分が抱えている問題、これからやりたいこと、将来の夢、何でも質問箱よりお寄せください。お便りお待ちしています。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。まだ週の半ばですが、今週もいい1週間にしていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の放送で。チャオチャオ。